前回この電子負荷のレビューをした後、とんでもないことが分かったので動画にしてみました。前回の動画の中で制御ソフトが海外サイトでアップされていて、それをダウンロードし使ってみましたが、全く動作しないことを動画にしていました。そんなところ、このソフトの作者のイエローバイトさんより連絡をもらい、何が問題かを一つずつ確認しながらやり取りしていました。結果的には通信プロトコルが違うということで、ソフトのバージョンアップがされたのではということで、イエローバイトさんの購入したところから取り寄せて比較してみることにしました。そこで到着したものを見ると、なんとなく違和感ありませんか？右が Amazon で、左がアリエクで購入したものです。ちょっと違いを見てみましょう。まずパネル面ですが、Amazon で購入したものはスイッチ部の下にオン、オフと表示がありません。パネルの色合いも比較するとだいぶ違います。写真では分かりづらいですが、ケースの縁も Amazon のものは引けが大きいです。他にはケース上面にロゴマークがアリエクのものには入っています。画面は切り欠きの形状が違います。ここまで見れば明らかにケースは金型が違いますよね。そして基板ですが、これがアリエクから購入したもので、右が Amazon で購入したものです。基板シルクに XYFZ35 の文字がありません。基板のパターンデータは別物のようです。どちらも中華なので、どちらが本物ということはないと思いますが、多分 Amazon で販売されていたものがコピーしたものだと思います。こんなものまでコピーして販売するとは恐るべし中華です。で、購入する時の注意点ですが、Amazon で販売しているコピー品は販売サイト内で XYFZ35 という型名は使っていません。ただし写真は本物を使っているので、写真には騙されないようにしましょう。日本の Amazon ではレビューが一番多いのがこのコピー品です。ただし電子負荷というものとして見ると、この Amazon で販売されているものでもシリアル通信が少し違うだけで十分機能は満足できているんですよね。またイエローバイトさんの方にも何件か通信ができないということも言われているようです。そのためコピー品もそれなりに流通しているのだと思います。どうせコピーするならコマンドもちゃんとコピーしてくれればと思うのですが、ちょっと脱線しますが、そのコマンド、本物もコピー品もちょっと笑っちゃうんです。イエローバイトさん曰く、中国には辞書がないと言っています。まず、本物の方ですが、通信が成功すると、SUCCESS と返してきますが、成功は、サクセスですよね。さらに面白いのがコピー品の方です。通信が成功すると、ダウンと返してきます。また、失敗すると、フォールと返してきます。これってどんなことを返したかったかわかりますか？主は全く意味が理解できませんでしたが、イエローバイトさんが解読してくれました。そうです。成功するとドーンで、失敗だとフェールです。ここまで間違えていると設計者が故意に仕込んだのではと思ってしまいますが、実のところはどうなんでしょう。ここまでいろいろと調べてそのままというのではもったいないので、イエローバイトさんのご厚意でコピー品のコマンドも追加してもらえることになりました。このソフトはログを取ったり視覚的に放電カーブを見るのにとても便利なソフトです。また中華あるあるで動かしているとすぐに固まるエラーとなるようなソフトとも違います。そうそう、イエローバイトさんはスイスに住む技術者の方です。やり取りしていてもかなり細かく見れる方なので、ソフトの方も細かくチェックしていて安心して使えます。せっかくなのでコマンド追加してもらったソフトの使い方を紹介したいと思います。あまり細かく説明しなくても慣れた方なら視覚的に使えるとは思います。また最近 XYFZ35 を購入してこのソフトが動かなかったよという方、ぜひもう一度試してみてください。使えるととても便利ですよ。では早速動作させる準備を行います。せっかくなのでダウンロードサイトにいろいろ説明があるのでこちらを使わせてもらいましょう。
まず、この電子負荷の裏側に通信用のスルーホールがあります。ここにケーブルかコネクタをハンダ付けします。そして、この配線を USB に接続するのですが、直接接続することはできないので、USB シリアル変換を使います。Amazon などで購入できます。配線は3本でグランドと TX、RX です。TX と RX はクロス接続します。これで USB と接続できましたね。ここで PC には仮想シリアルができるはずです。Windows 10以降の OS ならドライバーは自動的にインストールできると思います。ここで仮想シリアルができない場合には CH340 のドライバーをインストールしてください。接続準備ができたので制御ソフトを起動していきましょう。ダウンロードしたエレクトロニックロード、エグゼをダブルクリックして立ち上げます。このソフトはインストーラとかはないので、ZIP ファイルを直接立ち上げます。まず、設定をしていきます。この電子負荷には2種類のハードがあります。25W のものと 35W のものです。お持ちの機種に設定してください。2番目の設定が今回追加されたプロトコルバージョンの設定です。パネル面を見て、黄色いスイッチ部に、オン、オフと記載があれば、バージョン1です。どちらかわからない場合でも、そのまま、ポートの設定に進んでください。ここでコムポートを設定します。ちゃんと USB シリアル変換が認識されていれば、ここにコムバツバツという形で表示されるはずです。ここで表示されていない場合には、USB シリアル変換とドライバーを確認してください。コムポートをセットできたら、テストコミュニケーション with デバイスをクリックします。この時に、このようなワーニングが出たら、プロトコルバージョンが間違えてますので変更してください。通信が成功すると、このような表示になります。ここまで来れば通信に問題はないので、あとは電子負荷を動作させるだけです。ここはプロテクションのリミットをセットします。電圧、電流、容量をセットします。ここからは直接負荷をかけている時の設定です。まず、流す電流値を設定します。次に LVP ですがバッテリーなどでは終止電圧で停止させる電圧をセットします。ここの OAH は放電容量がセットした容量になると放電を停止させます。ここの OHP は指定時間になると放電を停止します。このあたりの設定はよく変更する部分ですので、セッティングメニューやクイックセッティングでも変更できます。放電設定ができたら、上のターンロードオンやメニューから負荷のオン、オフをクリックしてスタートです。電子負荷には、とりあえず1セルのリポバッテリーを接続しました。しばし早送りでご覧ください。一つ便利な機能紹介します。赤枠部分をクリックすると電圧レンジが広がります。こんな感じで表示されます。細かい気遣いが嬉しいですよね。そろそろ終止電圧にかかって停止しそうですね。LVP にかかって停止しました。放電の容量等は左下に表示されています。このソフトの良いところは、いろいろな形式でデータが残せるんです。ファイルメニューから、このソフトのデータ形式と BMP、CSV、プリント等で残せます。特にお気に入りは CSV 形式で、このファイルを Excel にインポートすれば、より詳しく Excel で解析やグラフ化ができます。こんな感じで簡単に使えますので、ログを取るのに便利に使えそうです。また、使ってみてわからないことや、こんな機能があればな、とかあれば、コメント欄にどんどん書いてください。作者の方への中継ぎはさせてもらいます。あ、英語できる方なら直接フィードバックお願いします。
虫は翻訳ソフトを200% 駆使しているもので、最後までご視聴ありがとうございました。